京都大学に入学した修士課程78名、博士後期課程125名、専門職学位課程6名の皆さん、入学おめでとうございます。教職員とともに皆さんの入学を心からお喜び申し上げます。またこれまで皆さんを支えてこられたご家族や関係者の皆様に心よりお祝いを申し上げます。今年度の大学院秋入学式は新型コロナウイルス感染症によるパンデミックのためオンラインによる開催を余儀なくされました。昨年初めから世界中を襲ったパンデミックは未だ収束に至らず、これまで全世界で2億人以上が感染し、450万人に上る犠牲者が出るという異例の事態となっております。このような状況にあって入学者の皆さんに直接お会いしてお祝いの言葉を述べられないことは非常に残念ですが、オンラインでお祝いのメッセージを送りたいと思います。今日から皆さんは京都大学の大学院修士課程、あるいは博士後期課程および専門職学位課程においてさまざまな学術領域での研究生活の第一歩を踏み出されます。はじめにまず京都大学の歴史について簡単に説明をしておきたいと思います。京都大学は1897年に日本で2番目の帝国大学として創立をされました。これは日本が近代国家の一員としての地位の確立を目指した時期に相当します。19世紀半ば以降、科学技術の急速な発展が人々の生活のみならず、世界の政治や経済に及ぼす影響の大きさが認識されるに従い、大学こそが科学技術の研究において中心的な役割を果たすべきであるという機運が高まってきました。当時すでにドイツではベルリン大学を中心に研究と教育を一体として行う大学教育の理念が確立していましたし、アメリカではジョンズ・ホプキンス大学に大学卒業者を対象としてより高度な学術研究を可能とする大学院課程が世界で初めて設置をされました。このような時代背景の中で京都大学は学問の自由を尊重し、創造的な研究に基づく真理の獲得によって社会に貢献することを理念として設立され、今日まで124年にわたる長い歴史を刻んできました。さて皆さんは新型コロナウイルス感染症のパンデミックという極めて困難な状況の中で大学院生としての新しい生活を迎えることになります。さて人類がこのような大規模感染症に遭遇したのは無論今回が初めてではありません。むしろ人類の長い歴史は感染症との絶えざる戦いの歴史であったと言っても過言ではないでしょう。しかし人類はこれまで大きな犠牲を払いつつも幾多の深刻な感染症の脅威を克服してきました。困難な状況の中で私たちが行動の指針として参照できるのは歴史であり、ここで人類の感染症との戦いの歴史を振り返っておくのは決して無駄ではないと思います。カリフォルニア大学ロサンゼルス校のジャレッド・ダイヤモンド教授は10病原菌鉄という著書において、人類の主な感染症は1万年ほど前から人類が野生動物を家畜化したことに起因すると言っております。人類の歴史に最も大きな影響を与えた感染症の一つは天然痘であり、これは家畜化された牛の牛痘ウイルスに由来すると考えられております。人類は約1万年前までには全ての大陸に広く分布定住しておりましたが、南北アメリカ大陸先住民の人口はスペインの武力侵攻のはるか以前にすでに大きく減少していたとされております。この主因がユーラシア大陸から持ち込まれた天然痘ウイルスによるもので、家畜を持たなかったアメリカの大陸先住民はこれに対して全く抵抗性を持っていなかったためと考えられています。
これまで人類が幾度となく多くの深刻な感染症の流行によって甚大な被害を受けながらも絶滅にまで至らなかった大きな理由の一つは、進化の過程で体内に侵入するさまざまな病原体を精緻に認識し、効果的に排除するための免疫と呼ばれる生態システムを確立してきたことにあります。その戦略は、同一種内の個体がその発生と成長の過程で各々が無作為性に基づいて不特定の外来侵入物に対する多様な認識システムを先見的に形成するという驚くべきものでありました。この無作為性に基づく認識の多様性は、当然個体ごとに大きなバリエーションをもたらすことになりますが、種全体として見ると極めて高度な認識の多様性を保障することになります。つまり免疫システムとは、種を維持するために進化してきた生態反応系であり、どのような未知の危険な病原体と遭遇しても集団の全滅に至る危険性を回避するという優れて高度な戦略であったわけであります。あえてこの生態システムの弱点を言えば、集団の一定の感染抵抗性の獲得までにはしばしば多くの個体の犠牲が避けられなかったということかもしれません。しかし人類は近代に入り、この免疫という極めて巧妙な生態システムの弱点を科学の力によって補うことにより、感染症克服のためのより強力な手段を手に入れました。天然痘ウイルスは元来牛痘ウイルスに由来しますけれども、牛痘ウイルス自体は人には軽い病気しか起こしません。18世紀末、イギリスの医師エドワード・ジェンナーは、若き修行時代に牛痘感染症のある女性が牛の乳搾りをしているので天然痘にはかからないと話すのを耳にしました。これを記憶していたジェンナーは、使用人の子供にこの牛痘を注射し、その6週間後に本当の天然痘を摂取するという極めて大胆な実験を行い、その子供が天然痘の発症を免れるということを報告しました。牛痘を摂取すると牛になるなどという風聞にもかかわらず、この方法は次第に普及し、やがてラテン語の目牛を意味するバッカにちなんでワクチンと呼ばれるようになります。ジェンナーはそのメカニズムを説明できませんでしたけれども、19世紀末のフランスのルイ・パスツールが、ワクチンの効果は免疫記憶、つまり免疫システムは一度侵入した病原体を正確に記憶し、その再侵入時にはより強力で効果的な反応を示すという特性に基づくということを明らかにいたしました。天然痘ワクチンは改良が重ねられて世界中に普及し、ジェンナーの試みから約200年後の1980年、ついに世界保健機構 WHO は天然痘の根絶を宣言いたしました。人類が科学の力で最も深刻な脅威であった感染症の一つを地球上から完全に根絶したのです。18世紀には世界各地でポリオウイルスによる小児麻痺が大流行し、多くの子どもが犠牲になりましたが、1950年代、アメリカのジョナス・ソークとアルバート・サビンによるポリオワクチンの開発とその普及によって、現在ごく一部の国を除けば新規発症の報告はなく、地球上でのポリオ根絶宣言もそう遠くはないと考えられております。その他、はしかをはじめとする多くの感染症がワクチンの普及によって根絶に至らないまでもほぼ完全にコントロールされてきていることは皆さんご承知の通りです。今回の新型コロナウイルスに対しても現在世界中でワクチン接種が進められており、私たちは今文字通り
人類と新しい感染症の戦いのただ中にあるというわけです。他方でこのワクチンをめぐっては新たに世界各国でさまざまな議論が起こっていることも事実です。特にワクチン供給のグローバルな格差、社会の公益と個人の自由や権利をめぐる問題などは、新しいワクチンの開発、有効性や副作用の評価などの科学的課題を超えた優れて社会的な課題と言えるでしょう。1990年にオックスフォード大学の科学哲学者ジェロム・ラベッツは、科学によって問うことはできるが、まだ科学によって答えることのできない領域が存在するということを指摘し、それをポストノーマルサイエンスの領域と表現しました。このような領域では、事象自体が極めて複雑で不確実性が高く、意思決定に非常に多くの利害が関与してくるために、科学や学術の成果が社会の意思決定に直接反映されるとは限らないというわけです。もちろん人工頭脳 AI によって答えが出るような課題でもないでしょう。今回のパンデミックに限らず、地球の急速な気候変動と大規模な自然災害、人口食糧問題、先進諸国における少子高齢化問題など、今私たちが直面するグローバルな課題についても同様であると思います。現在人類の存在自体に関わるものの、そのための社会的合意形成が決して容易ではない多くの重要な課題が残されております。これに対して科学や技術はどのように対応していくべきでしょうか。先のラベッツは、あらゆる科学と芸術の共通指針として、安全と健康と環境、そして倫理の科学という提案をしています。これから皆さんはさまざまな学術領域で研究を始められるわけですが、専門的な研究の修練を進めるとともに、これからの社会において科学や技術がどのような役割を果たしていくべきかについても大いに議論と思考を重ねていっていただきたいと希望をしております。とはいえ、元来研究とはあくまでも個人の好奇心や未知へのやむなき探求心を動機としたものであり、これこそが皆さんを動かしていくエンジンです。そのこと自体は古来不変のものです。創造へのモチベーションは皆さん一人一人の中にあり、そのための厳しい修練の中で初めて得られる無上の喜びもまた、皆さんしか得ることのできない特権と言えるかもしれません。私自身40年以上研究の世界で過ごし、心ゆくまで研究を楽しんできました。今日お話ししたようなことを少し頭の隅に置きながら、皆さんがこの京都大学で思う存分日々の研究生活を楽しんでいただくことを心から記念して私からの挨拶に変えたいと思います。本日は誠におめでとうございます。令和3年10月1日、京都大学総長、湊長弘。